やっほー、皆さんこんにちは。前回の動画でちらっと言ったかもしれないんだけど、明日はなんとね、両親の結婚記念日でその日はね、ちょっと毎年うちの家族はみんな集まってご飯を食べるんだけど、そこでプレゼントと一緒にお祝いのケーキを渡そうかなって思って、今はスポンジを作ってるところです。兄弟もみんな来るからケーキだけじゃ足りないと思って、今回はアニバーサリーケーキ以外にも2つね、スイーツを作ろうかなって思ってます。1つ目はお姉ちゃんとお父さんが大好きなモンブランでしょ。でもう1個は季節に沿ってスイートポテトがいいかなって考えてる感じ。もちろんただのスイートポテトとモンブランじゃなくて、今回も自分なりにアレンジを加えて美味しさも可愛さもアップさせたね、一品を作りたいと思います。本当はね、もう1個作りたかったんだけど、今回は私がウーバーしなきゃいけないからね、3つにとどめました。これはちょっとね、先に一発目焼いてきます。よし、そしたらね、次はロールケーキを作っていきます。前回この動画でモンブランを作った時にすごい美味しかったんだけど、もう少し土台のスポンジが分厚い方がクリームとの割合がマッチして美味しいかなと思ったので、今回はモンブランの土台にロールケーキを敷いてみることにしました。ここにアールグレーをちょっと入れる。本当にいい香りなんだけど、ノーマルの生地にするかね、すごい悩んだんだけど、マロンクリームとアールグレー風味のスポンジって合うんじゃないかなって思って、ちょっと今回はね、挑戦してみます。前回シフォンケーキを作った時に思ったんだけど、ロールケーキとシフォンケーキって生地を作る手順とかはちょっと似てるよね。こんなもんかな。そしたら作った黄身と白身を混ぜていきます。お、スポンジ開けた。じゃーん、焼けました。結構綺麗に焼けたんじゃないかな。わかんない。せーの。ほいほいほい。やばい、めちゃくちゃ皮が持ってかれてるぞ。まず最初にね、スポンジができたので、これは一旦ここで粗熱を取っておきます。そしたら作ったロールケーキ生地の一部をこんな感じでね、着色してチェック柄に模様を描いていきます。ちょっと待って、これ邪魔。ロールケーキに模様つけるの今回初めてだからさ、ちょっとちゃんとつくか心配だね。めちゃくちゃ斜めってる。まあいいや、とりあえずこんな感じで、これでちょっと一瞬焼いていきます。今ちょっとだけ焼いてきましたでね、色が少し変わってる気がするんだけど、気のせいだと思って見過ごしてくださいそしたら模様の上から生地をね、流し込んでいきます。わー、気持ちいい。よいしょ。うまくいくかなこれ。クッキングシートを剥がした時に綺麗なチェック柄になってくれるといいんだけどね。よし、いいかな。これでちょっと焼いてきます。うまくいきますように。じゃーん、焼けました。ちょっと型から取ってね、冷まします。一旦せーの。裏どうなってんだろう。裏ちょっと見てみようか。じゃーん、こんな感じです。なんか良さそうなので一旦これは粗熱を取ろう。じゃあ見て、お芋を買ってきました。ということで次は今年最初のお芋スイーツを作っていきます。硬い。これはラップをしてレンジでチンしてきます。よいしょ。レンジでふやかしたお芋をまずはスプーンで潰していきます。スイートポテトといえば、私が中学生の時かな、お姉ちゃんと一緒に作ったことがあって、家族みんなに作ったからお芋2キロ分くらいかな。
結構な量を作ったんだけど、砂糖と塩を間違えて入れちゃってね、手作業でめちゃくちゃ頑張って皮を剥いて、めちゃくちゃ頑張ってお芋潰したのに結局食べられなかったんだよね。その時はまだお菓子作りこんなに慣れてないからさ、すごく時間がかかってさ、それなのに食べられずお芋を無駄にするっていう悲しい記憶があります。じゃーん、できました。スイートポテトの素が。ちょっと味見してみようかな。よいしょ。うまっ。おいしい。今回はパイ生地で作った花かごの中にスイートポテトを詰めたスイーツを作ろうと思って、イメージしかないんだけどね、こんな感じでパイシートをくり抜いていきます。OK。じゃあこれを真ん中くり抜く。そんでつける。はい、できた。今作ってるのがカゴの部分になるんだけど、結構パイシートの余白が余るので、それで取っ手の部分もね作っておきました。できた。よし、ちょっとこれで焼いていきます。よいしょ。パイを焼いてる間にロールケーキの方を進めていきます。さあ行くぞ。今回は結構クリームを緩くして薄めに振っていきます。上にモンブランクリームも絞るからくどくならないようにロールケーキのクリームはなるべく薄くね。あ、待って、チェックがなんかあんまりかも。せーの、はい。だよ。どう？なんかちょっと思ったのと違った。全然模様が、こういうのもアンティーク模様っていうことで、よし、これはねちょっと冷蔵庫で冷やしておきます。次はケーキの方を進めていきます。せーの、よいしょ。よいしょ。こんな感じ。めっちゃモフモフ。よいしょ。じゃーん、今日はマスカットです。贅沢って感じですね。よいしょ。なんかちっこいやつをカットしていきます。取れるかな。今回は本当にシンプルなマスカットのショートケーキを作ろうと思います。じゃーん。それではナッペをしていきます。最近作ったケーキって抹茶とかココアとかスポンジかクリームはだいたいなんか味がついてるやつだったから、こうやってノーマルのショートケーキを作るのは久しぶりかもしれない。どれもねすごい美味しいんだけど、私はやっぱりこの普通のショートケーキが一番好きかな。私はいつもナッペは2段階に分けてやってて、1段階目は固めのクリームで形を整えて、2段階目は少し滑らかめのクリームで仕上げをしていくっていう感じでやってます。今回はお花をたくさん飾った華やかなケーキにしようかなって思ってるので、ケーキの下半分は黄緑色のグラデーションカラーにしていきます。ナッペの側面をきれいに仕上げるコツは、パレットはあんまり動かさないで回転台を思いっきり動かすっていうところかな。どうかな、こんな感じで。よし、OK かな。ダイソーで買ってたくさんストックしている6号サイズのケーキ台紙です。よし、じゃあ行きます。今回5号サイズなんだけど、持ち運びするときは私は一回り大きいケーキボックスを使ってます。めちゃくちゃ重い。ちょっと待って、大丈夫かこれ。はい、大丈夫か。じゃーん。どうですか。ちゃんと乗りました。そしたらここからデコレーションしていこうかな。いき
きます。緊張。まずはトップに生クリームを絞っていきます。この絞り方すごい華やかで可愛くて最近気に入ってるんだけど、なんか名前とかあるのかな。OK。そしたら上にねマスカットを乗っけていきます。どうやって乗っけようかな。ほい、できた。見て、今回結婚記念日のケーキだからね、食用花を買ったの。しっかりしたやつ。ケーキやドリンクの飾り付けなので、これはケーキの飾り付けにできます。そんでね、食べれるの、このお花。別に食べなくてもいいんだけど、でもね、しっかりしたものを買いました。今回はだからすごいお金かけてます、このケーキに。ちょっと待って、これ今これデコレーションしない方がいいかな。なんか花が傷んじゃう気がするんだよね。これ一昨日買ったやつなんだけど、直前にトッピングしようかな。なんか傷んじゃいそうだから。よし、ちょっとじゃあこのお花をトッピングする前の段階まで今日はねトッピングしようかなと思います。今ね前日の夜に作業してるから、お花は明日の仕上げに飾って、今日は最後に土台にクリームを絞って終わりたいと思います。ちょっとこっから仕上げまでは明日やりたいと思います。ケーキボックスに入れて保存しようかな。見て、このバカデカモンブランペースト 1kg です。1kg 買っちゃいました。とうとう今日はこれの4分の1使っていきます。うわー。それではね、マロンクリームの方を作っていきます。OK。このほぐす作業がめちゃくちゃ大変なのよ。ちょっとこれスプーンの方がいいな。モンブランペーストって本当に硬い。そんなことある？折れた。これフランフランで買ったスプーンなんだけど。ごめんなさい。絶対折れなそうなやつ連れてきた。よいしょ。これでやっていこう。こっちの方がいい。なんかやりやすい気がするぞ。先を急ぎましょう。前回モンブランを作った時に生クリームを加えてミキサーで泡立てたからかわかんないけど、めちゃくちゃ硬いクリームができちゃって絞るのすごい大変だったから、今回はミキサーで泡立てずにヘラで地道にね混ぜていこうと思います。モンブランは大変だ。これほんと大変。これ大変なんだけどね。でモンブランって美味しいし、お姉ちゃんがねめっちゃモンブラン好きなんだよね。だから絶対に作ってあげたい。今回お姉ちゃんも来るから。こんな感じでできました。てか硬いんだけど全然硬いよ。お菓子作りやってると腕だけムキムキになりそうなんだけど。試しに絞ってみよう。待って、全然硬い。待って、全然硬い。もう頑張ろう。筋トレだと思って。こんな感じでモンブランクリームができました。本当なんでこんな硬いの？そしたらモンブランの土台に敷くロールケーキをねカットしていきます。固まったかな。とりあえずまずここの端切れ。ちょっとこれはいただけます。おいしい。ふわふわ。これをたくさん作っていく。カットしたロールケーキはこんな感じでグラシンカップに入れます。そしたらクリーム絞っていきますか。せっかく可愛い着柄にしたんだけどあんまり見えないね。こういうこともあるよね。トッピングマロン。これさ、1個丸々置いたらでかいかな。半分に切ってきました。よいしょ。ちょうどいい。こっちも分裂。そしたらマロンの上から生クリームを絞っていきます。後のマロンクリームがしっかり引っかかるように、中のクリームはこうやってギザギザした口金で絞るのがおすすめです。 OK。
よし、それではここからついにマロンクリームを絞っていきます。やばい、待って、腕がちぎれる。はい、次。最初に比べて全然軽い。多分握ってた手の熱で緩くなったんだ。モンブランクリームができたー。てかめっちゃもうすぐ震えが止まらない。いてててて、筋肉痛だよこれ絶対。先を急ぎましょう。ここからさらに生クリームをこの円に沿ってぐるぐるってやりたい。うまくいかない。最後に仕上げのトッピングをしていきます。できたー。この白い線はない方が良かったかもしれないし、わかんないんだけど、あとはこのチェックね。このチェックのやつもなんかなくても可愛かったかもしれない。こういうね、計算違いなことはね、全然お菓子作りではよくあることですね。とりあえずこんな感じでモンブランは完成です。そしたら次はスイートポテトパイの方を仕上げていきます。さっき焼いて焼き上がったところね、動画撮れてなかったんだよね。ごめんなさい。パイで作ったカゴの中にこのスイートポテトをね、丸めて詰めていきます。こうやって入れて、ちょっとね、クマさんが覗いてる感じにしたいから、ここに手と耳をね、さらにつけていきます。これにあとは顔をつければどうかな。これ何かわかる？今思ったけどなんかプーさんっぽいね。色が黄色だし。最後に焼き色をつけるために卵黄を塗っていきます。はい、OK。よし、そしたら一旦ね、この2体焼いていきます。2つ目作ってる間に焼けました。こんな感じです。めっちゃ可愛くない？結構。そしたらここに作っておいた取っ手をつけていきます。ちょっと可愛くね、リボンもつけてみました。接着部分にチョコレートをつけて固まるまで冷蔵庫で冷やしたいと思います。あとはケーキだけだから残りは明日作業します。ということでバイバイ。見てください。無事に冷え固まりました。ほら、ちゃんと持ち上げられる。最後仕上げにチョコペンでクモさんの顔を描いていきます。どうかな。この子がね、一番顔も綺麗にできました。ということで、こんな感じでスイートポテトが完成です。かわいい。そしたら、ちょっと、このピックもね、今回買ったから、このエディブルフラワーとこのピックで、結婚記念日のケーキをめっちゃ豪華に作っていきたいと思います。そしたらまずはこのエディブルフラワーをカットしていきます。よし、OK かな。カットし終えたら色のバランスを考えながらケーキの方にね、どんどんじゃんじゃんトッピングしていきます。エディブルフラワーって結構スーパーに売ってるイメージがあったから、いろんなところ回って探したんだけど、どこも売ってなくて、今回はネットで購入しました。だからちょっとお高かったんだけど、でもすごいいい色でね、買ってよかったです。よし、OK。ここに緑色のリボンを飾って、さらに可愛さをアップさせちゃいました。ここにこのケーキピックを刺したら完成ですっていう感じで、超派手じゃない？これだとハッピーアニバーサリーで何のアニバーサリーかわかんないから、ウェディングだよって下に書きます。この余ったスペースに。ごめんなさい。こんな感じで29周年目の両親の結婚記念日ケーキをね、作りました。アニバーサリー。いい感じ。マジで可愛い派手で。じゃーん。ということで、今日も全部のスイーツができました。これがスイートポテトね。
スイートポテトかわいい。待って、無理、超かわいい。でこれがロールケーキモンブラン。下がロールケーキの生地で、上がモンブランクリームって感じですね。で最後はマスカットの、アニバーサリーショートケーキ。めっちゃいい感じじゃない？結構ちょっとこのね白いぐるぐるはなくてもよかったかなって思うけど、まあアクセントになっていいかなと思います。ということで直前にねラッピングはしようと思います。一旦冷蔵庫で冷やしておこう。この子が超可愛い。もうずっと見つめてくるんだけど。よいしょ。ちょっと最後にねメッセージカードを書いてプレゼントするお花のとこに挟もうかなって思います。そしたらケーキボックスにねケーキを入れていきます。よいしょ。これはねここに挟もうかな。この保冷剤をね買ってあるので、これ置きながら運びます。めっちゃいいと思うんだよねこれ100円で。できるだけ入れていきたい。ここに4つ入れて、あ、待って、4ついけちゃうかも。8個全部いけるかも。よし、待って、8個全部いけたんだけど。ちょっとね最近涼しくなってきてくれてるからありがたい。よし、これもちょっとしまいます。でこれはこっちに2個ずつ入れようかな。よいしょ。ちょっと取れてるけどもうしょうがないしょうがない。なんとかいけました。OK、この2つね。これ3個あるからね、これ3個入れますということでね、いきます。スイーツたちを無事に全部ね家族の元へ届けられました。基本電車で移動したからとりあえずケーキが崩れないようにってね移動中全神経を注いでました。ケーキもプレゼントもねすごい喜んでもらいました。どっちも頑張って作った甲斐がありましたね。モンブランもみんなに食べてもらえてもうね一瞬でなくなっちゃった。目の前で作ったスイーツを美味しいって食べてもらえるのがお菓子作りにさらに沼る瞬間だよね。これすっごい美味しかったからみんなもぜひ作ってみてね。ケーキはお家に帰ってからみんなでね食べました。やっぱりこういうシンプルなショートケーキが一番美味しいかも。あといちごよりねマスカットの方が好きかもしれない。ということで今回は秋の始まりを彩ってくれるようなスイーツが無事作れたかなって思います。これからまだまだたくさん秋スイーツを作っていきたいね。ということで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。